は米粉蒸しパンを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日は米粉蒸しパンを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、米粉を使ってもちもち食感がやみつきになるとても美味しい蒸しパンを作っていきます。ちょっとアクセントになるようないちごジャムの作り方もご紹介していきたいと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。米粉、牛乳、お砂糖、ベーキングパウダー、サラダ油、塩。今回はこちらの材料で作っていきます。まず水分についてなんですが、今回は牛乳を使っていきます。こちらはお好みで豆乳を使っていただいても OK です。そして糖類ですね。こちらはですね、手軽な白砂糖を使っていきます。きび砂糖などを使っていただくとコクがアップするので、コクをつけたい場合はぜひきび砂糖で作ってみてください。そしてですね、味付けのポイントで今回は塩を入れていきます。この塩を加えていただくと甘みが引き立って美味しい仕上がりになります。それでは続いていちごジャムの材料をご紹介します。材料はこちらです。冷凍いちご、お砂糖、レモン汁、こちらの3つの材料で簡単ないちごジャムを作っていきます。今回はね、冷凍のいちごを使うんですが、こちらはお好みの冷凍フルーツを使っていただいても大丈夫です。甘さに関しましてはお好みで調整してください。そして今回はですね、8号サイズの紙カップを使っていきます。こちらは100円ショップのキャンドゥさんで購入したものになります。このカップだけだと生地を入れた時にビヨンと広がってしまいますので、だいたい同じぐらいの大きさですね。こういったね、耐熱の容器の中にこのようにはめ込んでください。今回私が使っているのが、こちらも100円ショップで購入したシリコンカップになります。こういったものか、またはですね、耐熱のココットなどを使っていただくといいかなと思います。こちらをですね、生地を作る前に準備しておきましょう。ということで早速作っていきます。それではまずはじめにいちごジャムを作っていきます。まず耐熱のボウルに冷凍のいちごを入れます。そしてここにお砂糖です。あとはレモン汁を加えてください。そしてね、まずこれを一度混ぜてください。はい、このように混ぜます。そしたらですね、ここにふんわりラップをかけます。このように1箇所空気の出入り口を作っておいてください。それではこちらを電子レンジ 600W で1分30秒加熱します。はい、1分30秒加熱しました。そしたら一度ラップを外します。このようにね、いちごを潰しながら混ぜていきます。はい、OK です。それでは続いてラップを外してこのまま電子レンジ 600W で1分30秒加熱します。はい、1分30秒加熱しました。加熱するとね、少しアクみたいなのが出てくるので、こちらは取り除きましょう。こういったね、ちょっとあわあわってしてるやつですね。これは取り除いてください。取り除いたらもう一度よく混ぜます。まだね、結構シャバシャバしてる状態なので、もうちょっとね、とろみをつけたいので、今回はね、2、3分加熱したいと思います。お使いのね、レンジによっても変わってくるので、加熱時間は調整してください。水分を飛ばす時はラップを外して加熱しましょう。ただ吹きこぼれやすいので、大きめのボウルでやるか、途中でね、吹きこぼれてないかチェックしながら加熱してください。はい、今ね、ちょうど3分ほど加熱しました。かなりね、水分が飛んでる状態です。これでよく混ぜましょう。はい、でこのぐらいのとろみに仕上がりました。このジャムはですね、冷めるともう少しとろみが出てくるので、ちょっととろみが足りないかなっていうぐらいで仕上げていただくといいかなと思います。ではこちらはこのまま粗熱を取りたいと思います。それでは続いて生地を作っていきます。まずはじめにですね、ボウルに牛乳を加えます。そしてお砂糖を入れましょう。塩もね、1つまみこのタイミングで加えます。そしてこちらを泡立て器で混ぜてください。お砂糖の甘さに関してもこちらはお好みで調整してください。はい、OK です。ここにサラダ油を加えます。この油もね、米油などを使っていただいても大丈夫です。そしたらこちらをよく混ぜます。はい。で、よく混ぜたら、今度はここに粉類を入れていきます。まずはじめに米粉です。そしてベーキングパウダーです。これをですね、ふるって加えてください。
加えたらこちらをよく混ぜましょう。ダマができないようにしっかりめに混ぜてください。はい、粉っぽさがなくなってしっかり混ざれば OK です。このぐらいちょっとゆるい感じの生地になります。今からね型に入れるんですが、少し時間が経つとねもうこんな感じでもったりとしてきます。これはですね米粉がね水分を吸ってるのでこのような硬さになってきます。それではですねスプーンですくって型に入れていきます。だいたい型の8分目ぐらいまで入れましょう。はい、こんな感じです。ではね残りも同じように入れていきます。はい、このように入れてください。そしたらですね少し高い位置から 2,3 回落とします。そして表面を一度慣らしてください。それでもまだちょっとボコボコしてる時はこういった竹串を使ってぐるぐる回します。そうするとね平らになってきます。はい、OK です。今回の分量でいくと8号サイズの紙カップで4個分になります。それでは今からこちらをフライパンで蒸していきます。フライパンの底からだいたい1センチほどの水を入れます。で、水を入れたら火にかけてください。そしてこのまま一度沸騰させます。はい、お水が沸騰しました。沸騰したら一度火を止めます。火を止めると蒸気が上がってくるのでやけどしないようにだけ注意してください。そうしましたらこちらの型を入れていきます。この時もやけどには注意してください。ちなみに今回私が使っているフライパンの大きさは20センチのサイズになります。はい、このように入れます。そしたら蓋をしてまた火にかけます。火加減は強めの中火です。このまま10分蒸していきます。途中でですねお湯がなくなった場合はお水を追加で加えてそのまま蒸し続けてください。空だきにならないようにだけ注意しながら蒸すようにしてください。はい、10分経ちました。火を止めます。それでは開けたいと思います。じゃじゃーん。はい、このように表面がパカッと割れて美味しそうに仕上がってます。このように蒸し上がったら竹串などを刺してください。この時に生の生地がついてこなければ OK です。そしたらねやけどしないように取り出してください。すごくね熱いのでちょっと冷ましてからね取り出していただいても大丈夫です。はい、こんな感じで美味しそうに仕上がりました。型から取り出します。この時もすごく熱いのでやけどしないようにだけ注意してください。今ねちょっとねこの側面の部分が濡れてるので少しこのまま乾かします。はい、これで米粉蒸しパンの完成です。こんな感じに仕上がりました。表面もこのようにパカッと割れて美味しそうに仕上がってます。そして生地はふわふわもっちりに仕上がりました。はい、そしてこちらが手作りのいちごジャムです。こちらはお好みでつけて召し上がってみてください。それでは早速いただきたいと思います。手づかみで失礼します。いただきます。もっちもちです。すっごく弾力がありますね。味わいはとてもシンプルです。では続いてジャムをつけていただきます。このいちごの酸味がすごく合います。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の米粉蒸しパンのポイントです。まずですね、糖類についてなんですが、今回は白砂糖を使ってます。こちらの糖類はお好みのものを使用してください。ただですね、ラカントを使うとちょっとね膨らみにくくなるので、表面をパカッと綺麗に割りたい場合はお砂糖やグラニュー糖またはきび砂糖などを使っていただくといいかなと思います。そして水分なんですが、今回は牛乳を使用してます。こちらの牛乳は豆乳で代用していただいても OK です。そして生地をね全部混ぜ終わった後は結構ゆるく仕上がるんですが、米粉は水分を吸うのでほんの少し時間が経つとだんだんもったりとした感じになってきます。そして型に入れてその後フライパンで蒸していくんですけれども、今回は強めの中火で蒸しました。この強めの中火で蒸してる時は途中でお湯がなくなりやすいので、お湯がなくなった場合はお水を追加してそのまま蒸し続けてください。空炊きにならないようにだけ注意していただけたらと思います。そして仕上がった後は最後に竹串を刺してきちん
んとね、中まで蒸されているかチェックしていただけたらと思います。そして今回ですね、生地の中にほんの少し塩を加えてます。そうすることで甘みが引き立って美味しい仕上がりになります。そして今回はですね、手作りのいちごジャムレシピもご紹介しました。こちらのジャムもですね、とても簡単に作れて蒸しパンにぴったりなので、ぜひ合わせて作ってみてください。使うフルーツに関しましては、今回いちごを使ってるんですけれども、お好みの冷凍フルーツで作ってみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。もちもちでとても美味しいので、ぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は米粉蒸しパンを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。